はい、それでは、明けましておめでとうございます。今日は、1月4日です。千匹屋メロン5代目。今日はこんな感じです。生産しました。今日戻していこうと思います。前回が12月の29日。あの日から生産をして、今日が1月4日、中5日生産しました。まだしおれきってはいないけども、でもこれぐらいしおれてるのもあるので、ヘラヘラなので、これをそろそろ今日戻します。木もかなりしっかりした。今日で植えて9日目ぐらいになるのかな。まあ順調でしょう。ずっと天気良かった。良かったです。でもパンパンに乾いたね。天気がいいからよく乾く。うちのメロンもしっかりしてきた。やっぱり天気がいいといいな。うまくいくな。こっからも天気が良ければいいんだけど、すごく天気がいい。いい感じで来てますよ。これで今日から水を豊富に与えて、こうしっかり木を作っていくっていう作業になりますね。しっかりした木を作ります、後輩までに。晴れたら毎日かけていく。今日はもう2回水をかけます。そんな感じで、新年スタートしていきたいと思います。はい。それでは、アミノ酸で戻しました。水かけた。濡れた。で、さっきしおれてたやつも、ここら辺か。シャキッとした。もう、すぐ、かけて、すぐ水吸うね。いい感じだね。アミノ酸で戻して、これから晴れれば毎日かけていこう。まあ、いずれにせよ、明日は雨でも、雨じゃねえな、明日も晴れだからな。明日も水はかける。で、どんどん木をしっかりと育てていこうと思います。それではまた何日か後に会いましょう。はい、それでは、今日は1月の7日、1回目の静止しました。下葉2枚取って、前回は1月の4日、そこから4、5、6、7、3日目です。水を戻して一気に成長しました。大きくなりました。はい、そして静止をしました。今のところ大きい小さいはない、揃ってる。やっぱりどんどん代が進むにつれて揃ってきたような気がします。樹勢もしっかりしています。今は夕方の4時です。寒いです。今日は半日曇って、さっきちょっと太陽が出てきたんでカーテン開けたんですけど、もう夕方4時なので閉めてます。うちのやつもいい感じで育っている。ちょっと樹勢がしっかりしている。今まで木を作るのがすごく時期的に大変な時期だったんですけど、きっちりと木ができてきました。はい、こっちとこっち、今のところ木での差は感じられません。ついた実がどうなってくるかが分かりません。どうなるかですね。はい、1月7日の状態でした。以上です。はい、それでは今日はこれです。千匹屋 F5 いい木になってきました。今日は1月の21日。すごいいいよ。いい状態で、今日ここから出てた子づるを取って全部きれいにしちゃいました。
で下刃もともと2枚取ってあるので46810 10節まで全部きれいに目かき。これどうしようかな、13節目ぐらいから後輩始めたいので、このまま伸ばしてってある程度こう結果子の状態を見ながら揃えていって13節ぐらいから後輩できるようにしていきたいと思います。やっぱりここもこの間天気がずっと良かったんでほぼ毎日水かけられましたね。木がすごくよくできてます。これが大きい方の F5、 そしてこっちが小さい方の F5。 F4 までと違ってすごく揃いがいい気がする。ビシッと高さがこう揃って、今までね結構凸凹が伸びたり伸びなかったりの凸凹が多かったんですけど、だいぶこうまとまってきたんじゃないかな。木の状態もこう見てみてそんなにあれがない、違和感がない。なんか葉っぱが大きかったりとか小さかったりとかっていうのもあったんだけど、これほぼ固定してるんじゃないかな。うちの方のメロンも順調に来ております。ここまでで天気いいからすごく作りやすくいっております。設定温度は夜が下が18で午前中を27ぐらいにセットしてあるんだけど、もう晴れて普通に来たら午前中27度設定でも暖房もう回らないですね。きっちり温度は確保されております。はい。26日に植えたから5足して10、17日目。定食後17日です。はい。それではまた後でまた成長したら報告しようと思います。はい。それでは今日はこれです。千匹屋の F5 やっております。今日は1月の20日。久々に朝は晴れてたんですけど久々に曇りましたね。で、ここまで大きくなりました。前回が12日だったので8日経ちました。大体揃ってるんですけど、やっぱりちょっと気に入らないところには印あってそれを6台目につながないようにやっていきます。そして今日はヤゴ振りって言って結果子を決めます。結果子を決めるのはだいたい12、3節ぐらいになりますね。これでこの品種でいうと。でここの根元結果子になる結果子の根元の花雄花、これが今日咲くか明日咲くかぐらいで揃えていきたいと思います。これは昨日咲いたやつだから今日咲いたか明日咲くやつ、これで揃えていきます。なのでこの下のこれとこれは取る。それでだいたい4、6、8、10、11なのでこれが12節目です。もうちょっと早めに揃えればよかったんだけど、ちょっと手が回らなかったんで。で下葉はこうくっついてるやつ、下についちゃってるやつ、これを2枚ほど取ってって、これで下葉に4枚なくなってます。植えた時から比べてっていうやつの作業をちょっとやっていこうと思いますが、一人で、取りながらやっているのでどうしようかな。もう一個取ってみよう。これでこうでしょ。でこれが昨日咲いたやつだから昨日のや取っちゃう。で今日咲いてる根元のやつかなのでこれで揃える。これで4、6、8、10、12、これ13節目だからだいたい12節か3節から結果子をつけて実をならせていくっていうことですね。はい。ちょっとこれやり終わったらもう一回取ろうと思います。
はい、それでは今日はこれです。千疋屋5代目 F5 です。今、今日は1月の22日、前回揃えた、この結果紙を揃えたのがおとといですね、20日。で、今、結果紙見やすいところで言うと、こんな感じ。伸びてきた。これが結果紙ね。で、あの日咲いてた花がこれ。咲いて、中1日、2日目。って感じですね。で、咲くのと、次の日咲くので揃えたんだけど、これが次の日咲く予定だ。昨日咲いたやつね。あれが一昨日咲いたやつ。これが一昨日咲いたやつ。だから大体揃ってるんだけど、やっぱり1日分遅いというか、伸びが。これはいまいちっていうか、1日分遅いってことだね。これもそうだね。1日分。で、1日すると、ここまで伸びる。そして、一昨日は晴れだったので水かけたんですけど、昨日は雨じゃない、一日なんかどんよりと曇ってたので、昨日はかけてません。で、今日また晴れたので今日は水をかけた。いいバランスじゃないですかね。水が多すぎても良くないし、少ないと死ぬ。脂肪が死ぬ。これはシューッと伸びてんな。シュッと伸びてる。これもシュッと伸びてるな。っていうかこれヤゴがいねえ。ほら、いないやつは伸ばしといてもしょうがないから取る。で、次のここでつけていく。で、こっちのうちのメロンの方は1日決めたのが早かったから、伸びてるやつはもうこんなに伸びてる。すっげえ長くなってる。結果し。だからこっちもあと1日すればまた伸びてくるでしょうね。うん。まあ、そうだね。伸びなきゃいけないんだけど、短きゃいけないんだけど、そんなに長すぎなくてもいいので。で、こっから先が小さい方のやつ。ほら。ほぼ、成長点が揃ってきてる。たまにちょっと短いのとか言うけど、ほぼ揃ってる。これで5代目になってだいぶ揃ってきたってことでしょう。でも、たまに、ちょっと分かって小さいやつは印してあります。ちょっと分かってて小さいやつは印してあるから。まあ、それ以外のところで揃えていきます。はい。それでは1月の22日、午後4時。日が伸びてきました。カーテンは今閉めました。いい感じでいっております。順調にいってる。収穫が楽しみです。まだ交配にもなってないけど。交配は多分あと3日4日後に交配になることだと思います。交配になったらまた撮ろうと思います。はい。それでは今日はこれです。千疋屋の5代目 F5。今日は交配は実は昨日からもう始まっていて、これが昨日交配したやつ。違う、今日交配したやつだ。昨日交配したやつが、昨日交配したやつがどっかにあるよ。あった。これだ。大きくなってる。昨日交配したやつがこれ。で、今日交配したやつがこれ。で、これ全部女優してあります。女優っていうのは今からやるんですけど、これ、わかりやすいところ。これ雌花。明日咲く雌花。この雌花の中に、おしべがあって、このおしべからも花粉が出てしまうので、
まあでもこのおしべでここでつけば確実にいいんだけど、一応このおしべを取る。これでこの雌花の花粉、おしべの花粉はなくなったので、出ないので、明日こっちの明日咲くこの雄花、もうここはいらないな。明日咲くこの雄花を塞いどいて、花粉が混ざらないように塞いどいて、この雄花の花粉でこの雌花のを交配するっていうのも、血が混ざらないように、この自分の木だけでなんていうのかな、で完結するようにしないと、セルフっていうんですけど、完結するようにしないと交雑してきっちり F6 に向かっていけないっていうのを、これもう F1 を植えて F2 やってる時からずっと繰り返してます。じゃないと混ざる。これとこれが混ざっても、これがどういう同じ F5 だけど多少血筋というか残ってる血のやつが違ってきてるはずなので、このやつだけを代々繰り返しやってって8代求めていく。それでワンチャン下手するとこっちのうちのメロン、これもうほぼ交配終わってるんですけど、もう3つついてるから、これはねこっちの2日前から交配F5 の2日前から交配始まってるから、もうほら、これが3日目、これが2日目、これが今日咲いたやつ。これはもう交雑しても別に全然構わない。むしろ交雑するぐらいの方が花のつきはいいはずだから、これはこれでやってるんですけど、それに今女優したんですけど、これピンセットで毎回こう手をアルコールで花粉を殺す。まあでも今夕方だからそんなにもう花粉は残ってないはずなのでね。いくよ。こう花びらをきれいに取って、おしべの根元からこう全部取っていく。残ってると花粉が出ちゃうからきれいに取る。そしてこっちにもある。これ明日咲くやつ。これが明日咲くやつで、これが明後日咲くやつ。ほら、花の黄色みがちょっと違う。これは明後日。これは確実に明日咲く。明日咲いて、これが咲いて、黄色いのがあると虫とか何かでワンチャン交雑しちゃうといけないから、まだこれおしべから花粉出てないからさ、明日の朝になったらこのおしべからも花粉が出る。そしてこの木の雄花を蓋する。これ接ぎ木用のクリップ、昔接ぎ木やってた時のクリップを取ってあって、で明日咲く雄花、これを蓋する。でこの花でこれをつける、この花でこれをつける。明日の朝、これで出来上がり。もう一回やるか。花びらをきれいに取って、このおしべを取る。そしてこれの明日咲く雄花を出す。これでこれをこれにつければ完璧で、これはもう1、2、3、明日でこれ3つなので、これで明日で終わりですね。ほぼ明日で終わります。これ昨日今日明日3回3日でだいたい終わる。なのでこの今からこの列全部50本ぐらいあるので、この女優っていう作業を
全部やっていかないといけない。でもあれか、まあ全部やっていきます。まあね、本当は面倒くさいんだけど、そうやってやっていかないと結局どうにもならない、交雑しちゃうからさ。花がさビラって咲いちゃうと寄ってくっかんね、あれが。ワンチャン蜂とかが入ってると。はい、これは明日咲かない、明後日咲く。だからこれを蓋する。女優、覗くオスと書いて女優。オス男にとっちゃちょっと怖い言葉。これはね、これが一番億劫だよ。こう育てていくときに。これはね、で F1 を作る時もそうする。F1 を作る時は固定種のこの雌花を除有して、で他の固定種の雄花を塞いどいて、その花粉をここにつけてやると F1 ができる。だからこれでこういうことをいろいろ種をいじったりしていくのも面白いかもしれない。で別にこのF1 って交雑種って呼ばれてて、もう F1 から F2 になるときはばらけるっていう前提なので、そこに種苗法とかは特に関係ないというか、これを交雑させて新品種を作っていくっていうやり方をみんなしてるから、別にそれはいいんだけど、例えばいけないのは、例えばシャインマスカットとか枝を切ってそのまんま挿し木しとけば、シャインマスカットのクローン、同じようなシャインマスカットができちゃって、それが中国とか韓国に盗まれたみたいなことになる。クローンができてしまうから、それはやっちゃダメ。あとイチゴもそういうことがある。イチゴってこうランナーが出てきて、ランナーをそのまま刺すとクローンがやっぱりできるんだよね。ただイチゴはそれはクローンでどんどん苗は増やせるんだけど、イチゴの品種改良をするときはやっぱりこうやってイチゴの周りのつぶつぶの種を F1 にするためにいろいろこう掛け合わせて作っていくっていうことをするから。だからそれはだからこれは F1 種は交雑種って呼ばれて F1 の種を売ってるところは、それ以降はもう別にどうしてもらってもいいですよって。確かにそうだよね。 F2 からは同じものができないから、8代続けてって似たようなものを固定させることはできるかもしれないけど、本当の同じものはできない。血がもうかかっちゃってるから。だからそういういじり方っていうか、その動画もいずれ作りましょう。農水省のホームページにそういうことは全部載ってるので、それをちょっと解説していこうと思う。そろそろ8分経つから、これで女優ができてオーバーの蓋すれば出来上がりで、明日これをここに朝つけて、今ねこの花の中にはまだ花粉ができてない。明日の朝になるとここで花粉が作られて、でその花粉をここに移植すると出来上がりっていうことです。はい、それではじゃあ明日になったらまた、後輩のやってるところを映したいと思います。以上です。